皆さんこんにちは。今回も音の違いに関して繰り返しいただくご質問ご意見にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。音楽の波形は正弦波ではありません。区形波で評価しないとダメなんですよというご意見です。区形波も音楽の波形も正弦波でできています。このようなインパルスも正弦波でできています。これは覚えておきたい基礎的な知識です。区形波を使った応答から周波数特性がわかります。こちらは以前ご紹介したアンプの測定結果です。この例ですとおおよそこんな特性です。低域と高域がドロップしています。低域のドロップはこの辺りのカーブ。高域のドロップは立ち上がりの傾きから読み取れます。まっすぐな部分はカードの形の変化でわかります。周波数特性がわかると、いろんな波形を入力した時の応答波形を求めることができます。区形波の場合は左のような応答になるし、インパルスの場合はこんな形になります。区形波やインパルスの応答は機器によって違いますが、それで音が違うとは言えません。人間が聞こえる範囲はこの範囲です。聞こえる範囲がフラットなら、区形波やインパルスの形がどうであれ、すべて同じ音です。測定データは単なる数字で、音の良し悪しはわからないんですよというご意見です。良い音にはオーディオ機器の良い音と個人の良い音があります。オーディオ機器の良い音は原音に忠実な音です。原音というのは生の音のことではありません。CD やレコードに記録されている情報です。原音に忠実な音は周波数特性や歪み、ノイズなどのデータで決まります。個人の良い音は本人の聞いた感覚です。何を良いと感じるかは人によってバラバラです。個人の良い音は見た目や値段の他にブランド、歴史、ノスタルジックな思い出、他人の感想といったいろんなものを総合して判断されます。測定データは関係しません。関係しないから意味がないかというとそうではありません。測定データが見せるのは真実です。これは物の価値を正しく把握するために必要な情報です。真実を知ることで存在しない音のイメージやガラクタのような骨董品に大金を出してしまうミスを防ぐことができます。理屈はわかるし言いたいことも理解するけど、聞き比べるとやっぱり違うんだよねというご意見です。理屈上違いがないものが違って聞こえる場合は、理論では説明できない、未だ解明されていない未知の現象とかではなくて、視聴のやり方が間違っています。例えばアンプを単純に入れ替えて音量をだいたい同じくらいに合わせて聞くやり方は間違いです。この方法では何でも違って聞こえます。音量の合わせ込みは耳でだいたい同じくらいではダメです。正しい視聴のやり方について知りたい方は、この動画の概要欄をご覧になってください。よく聞くと、オーディオ機器の音は値段順に並びますというご意見です。これは心理効果による錯覚です。値段の錯覚は高いものほどいい音に感じさせます。低価格の商品が高価格を打ち負かすことはありません。値段に敷地があります。例えばケーブルは1万円以上、
アンプは20万円以上投資しないといい音に聞こえません。赤白ケーブルや数万円のエントリーモデルは論外です。このような錯覚はブラインドテストで排除できます。過去のテストでは値段と音にははっきりした関係がないことが分かっています。値段の錯覚は大変強固です。実際に音に違いがないと分かっていても、なかなか受け入れることができません。スピーカーケーブルの下に枕木のようなものを敷いたら音が良くなるのでしょうかというご質問です。敷いたり乗せたり貼ったりすることで音が良くなるとされるアクセサリーはたくさんあります。音の違いは周波数特性と歪みの違いです。ここに現れないものは変わりません。ところが実際には変わらないはずのものが変わって聞こえることがあります。その原因は心理効果による錯覚です。錯覚だから意味がないかというとそうではありません。アクセサリーを使って見た目を良くすることは趣味の満足や音楽の感動を高めるために必要不可欠です。ハンダで音が変わるんですというご意見です。ハンダで音が変わることはありません。音が変わるということは周波数特性や歪みが変わるということですが、ハンダごときで特性がコロコロ変わってしまうのが本当なら、電子機器が成り立ちません。ところが実際には変わらないはずのものが変わって聞こえることがあります。その原因は心理効果による錯覚です。例えば銀入りハンダを使うと銀という素材のイメージが作用して音が良くなったように感じます。音に違いがないことを知った上でハンダにこだわるのもいいでしょう。理論やデータではわからないことがあるんですよというご意見です。オーディオ機器は電気で動いていて、その動作は理論で説明できます。機器の音は測定で全て把握できます。データに違いがなければ音に違いがありません。ところが実際には理論やデータでは説明できない特別な体験をすることがあります。その原因は心理効果による錯覚です。これによって変わらないはずのものが変わって聞こえたり、高級ブランドの商品が素晴らしい音に聞こえます。そんなことはない。測定は一面に過ぎない。理論では説明できないものがある。と思う方は、このチャンネルのブラインドテストにトライしてください。圧縮音源で音の聞き分けって言われてもね、というご意見です。YouTube の音源は CD 並みです。音の違いは周波数特性と歪みの違いですから、少々圧縮されていても、聞き分けに支障ありません。聞き分けに関する耳のスペックは次の通りです。これはたくさんの視聴者のご協力で得られた成果です。この違いを調べるための再生環境はスマホとイヤホンで十分です。結局自分の好みの音で聞ければそれでいいよねというご意見です。もちろんそうですが、自分の好みの音はどうやって見つけるのでしょう。メーカーの能書きでしょうか、雑誌の評価でしょうか、他人の口コミでしょうか。慎重な人はこれらの事前情報を頭に入れて実際に試聴して決めるでしょう。これは間違った選択をしやすいやり方です。他人の感想や意見は最も当てにならない情報です。オーディオが失敗と買い替えの繰り返しになる原因は、他人の感想を参考にして自分の耳で確認しようとするからです。事前情報に欠けていたものが測定データです。これは物の価値を正しく把握するために必要な情報です。ところでデータに違いがないなら、聞き比べは無意味かというとそうではありません。視聴では現物を見て値段を知った上で音楽を流します。
これは錯覚の確認です。趣味の世界では錯覚による満足が重要です。JBL とマッキントッシュは相性が良い組み合わせとして知られています。このような錯覚はオーディオという趣味にとってとても大切な効果です。ご視聴ありがとうございました。